昔々、光る竹から誕生した女の子がいました。その子を見つけたおじいさんは、その子を家に連れ帰ります。おじいさんは大事に大事にとその子を育て、少女は見る間に大きくなりました。子育てに不慣れだったおじいさんは、愛情ゆえに厳しいしつけを行い始めますが、少女は飛躍心ゆえにそれに満足していました。しかし少女は大きくなるにつれ、次第におじいさんではその飛躍心を満たすことができなくなってしまいました。いつしか少女はより強い可逆心を持つ誰かと共に高め合いたいと考えるのでした。再構成されるライブラリの中、かぐや姫の屍が転がっていた。快楽を求めて傷つけ合った慣れの果て。それを眺めるもう一人のかぐや姫。この私は自分より強い誰かに出会えたのかしら。彼女の独り言に耳障りな声が答える。長者を求めるのなら願えばいい。願う？誰に？作者です。作者を復活させて物語を書き換えてもらう。それがライブラリのルールです。たとえ何があろうとも、やがて人形たちの声に惹かれるようにして、ナイトメアが群がってきた。この世界で私が一番強いなんて。そんなことあってはなりません。でも強いよね。ナイトメアもカチカチだ。ああ、どうしてみんな私より弱いのですか。単に飛躍を求めるだけならどんなに楽だっただろう。しかしかぐや姫は違った。自分を虐げるのならば、それにふさわしい格を相手に求めてしまった。自分より弱き者に差し出す体はないと跳ねのけてしまった。なぜなら彼女は気高き月の姫だから。闇夜に高く輝く孤高の光は容易に落ちてはならぬのだ。作者も酷なことをなさりますね。相反する気質を自分に秘めさせた作者に、濡れた唇から恨み言が漏れる。その足元はナイトメアたちの死体で埋まっていた。ライブラリのどこかで作者が復活していますよ。いろいろあって不完全ですが、探しに行きましょう。人形たちが言うように本当に作者が復活しているとしたら、どんな風に物語を書き換えてもらいましょう。少し具体案を練らなくてはなりません。私より強い殿方を登場させるのは当然のこととして、虐げ方にも種類があるとよろしいですわね。例えば石造りの巫女には
私を組み伏せる強さを、骨が折れるほど強く強引に押し倒す力を持ってほしいですわ。倉持の巫女は口がお上手ですから、言葉で恥ずかしめてもらうのもまた一興。私がどんなに浅ましい女か、その下で責め立ててほしい。右大臣安倍の三氏は騙されやすいお方ですから、私があの方をわざと騙して怒りに火をつけ、復讐心を煽るというのはいかがかしら。大納言大友のみゆきには、あの方が病んだ目の代わりに私の目をえぐっていただきましょう。中納言磯の守のマロには、あの方が壊した腰の代わりに私の腰が立たなくなるまで尻を打っていただきましょうか。さまざまないじめられ方を妄想しては期待を膨らませつつ、かぐや姫は作者を探した。しかしその姿が見えるどころか気配すら感じられない。おかしいですね。作者とキャラクターズは惹かれ合うものなのに。首をかしげる人形たちにかぐや姫は問うた。せめて作者の手がかりをいただけます？姿形や声や、そもそも男か女か、私は作者のことを何も知らないのです。かぐや姫の問いに義心と暗鬼は目をしばたたかせる。そういえば、人形たちが何かを言いかけたその時、ナイトメアが襲いかかってきた。我々は大事なことを忘れていました。竹取物語は日本最古の物語。とても昔のお話です。それゆえそうでした。誰か私をいじめてください。作者が復活していると言いましたが、呆然とつぶやくかぐや姫に向けて人形たちはカラカラと笑った。復活していると思いますよ。ただ誰だかわからないだけで。作者がわからない場合、物語の書き換えはいかように。作者上のまだじゃ無理ですね。では今までの私の行為はすべて無駄ですかね。キキキ、ヒヒヒ、ゲラゲラと品のない笑い声がかぐや姫にまとわりつく。ふざけないで！期待を砕かれたかぐや姫の怒りの一撃により、人形たちは粉々に壊された。